石巻市で語り部として活動されています山田陽子さんです。テーマは今だからこそ考えたい自分に合った備蓄と減災です。私が住んでいた町綿の葉はとても津波の被害が大きかった地域です。私自身は避難して避難所生活、そして今は仮設住宅で生活をしています。避難所では2011年10月の避難所閉鎖まで避難所本部の運営をしていました。現在はその避難所で出会った看護師を中心としたキャンナス東北という団体で現地コーディネーターをやっています。東日本のあの震災のことを伝えなきゃいけないと思いながら、今は語り部として全国各地行政やまた自治会の方に出向きお話をさせていただいています。その中で今日は皆さんに2つのことをお話しさせていただきます。一つは自分に合った備蓄、そして減災についてです。皆さん備蓄って言われるとどのようなものを考えられるでしょうか。私は自分に合った備蓄ってあるんじゃないかなって考えました。自分に合った備蓄って何でしょう。それは自分にとってないと不安なものではないかなと思いました。私にとってないと不安なもの、それは水と飴です。水は避難所に避難したときに自衛隊が来る3日間、避難所の備蓄の水を高齢者や子どもたち、そしてお薬を飲む方に 30cc とか 50cc をお渡しするだけです。私のような若い年代が喉が渇いたから水をくださいって言っても水はもらえませんでした。給水車が来るようになって水がもらえると思っても水を必要としている人がたくさんいたので1ヶ月以上 500ml でした。その経験から今では水がそばにないと不安になり、必ず 500ml のペットボトルをバッグに入れています。バッグに入ってないとつい探しちゃいます。飴は避難した時、体育館で子どもやお年寄りの方を体育館のギャラリーに誘導した時に、ステージの上にたった一人保育園ぐらいの子どもがいたんです。どうしたのかなって声をかけたら、お母さんとはぐれたっていうんですね。たまたまその時ポケットに飴が入っていたので、おばちゃんと一緒にいるってその飴を一つ渡しました。その子供はうんって飴を食べながらほっとしたような表情になったんです。その時私はよかった飴を持って行ってってすごくほっとできました。もう一つ飴が残ってたんです。それは当日の夜中に私と一緒に避難した母と隣のおばあちゃんが寒さと不安と飢えで落ち着きをなくしてたんです。飴が1個あるけど半分こにして食べるって聞いたら、2人で食べるって半分こにするには噛まなきゃいけないんですね。私の口で噛むけどいいって言ったらうんで半分こにして渡したら、2人とも先ほどの子供と同じです。すごくほっとした顔になって落ち着いてくれたんです。よかったって。たった2つの飴だったけどポケットに入っていた。2つ飴が入ってたから私はその安心っていうことを手に入れることができた瞬間でした。それ以来私のバッグには必ず水のペットボトルが1本、そして飴が入ったポーチが入っています。今日も出かけにバッグを探った時に車を運転しながら飴のバッグがない飴のバッグがない、少し焦ったんですけど、信号待ちの時に見たらあったのでちょっとほっとしました。
水は自分にとってすごく安心できるもの。雨はそれがあることによって人も安心できて、私も安心できるものになった瞬間でした。人によって必要なものは違います。同じ話を聞いたとき、人に聞いたとき、一人の方は子供を安心させるためにトランプが必要だって言いました。もう一人の方は自分の化粧品が必要、合わないものを持っているとそれだけで不安になるから。人によって違うなって思いました。減災についてなんですが、皆さんは減災についてどうお考えでしょうか。私は津波や地震のように予測ができない災害についての減災と、大雨や台風のように予測ができるものの減災は違うのかなって感じます。予測ができる災害については、不要不急の外出を避ける、要は災害には近づかないってことですね。災害に近づかないっていうことは、自分の地域に起きうる災害を知ること、自分の住んでいる町ってどんな災害に弱いのか知ること、それが一番の減災につながるかなと思います。大雨が来る、大雪が来る、その時に早めに避難所に行くのがいいのか、それとも家にとどまった方が安心なのか、それは皆さんが住んでいる地域によって違います。まずそこからスタートしないと、大雨が降るよ、大雪が降るよっていう時に、自分だけは大丈夫、自分のとこだけは大丈夫って、変に甘く考えている方はいらっしゃいませんか。災害は自分の都合のいい時には来ません。都合のいい場所でも来ません。今この瞬間に来るかもしれません。備蓄と減災は切っても切れません。自分にとって必要なものを知るということ、それも減災につながります。自分にとって必要なものがそばにないと、それを求めるためにわざわざ外に出なきゃいけなかったり、急いで帰らなきゃいけない。それは自分だけではなく、自分の家族さえももしかすると危険にさらしてしまうかもしれない。自分にとって必要なものは今浮かびますか。自分の住んでる地域の災害って何に弱いか感じますか。ぜひ今日帰った後にご家族の方、または大事だと思っている方と、自分にとって大事なものって何、必要なものって何、自分の家ってどんな災害があるのかな、その時どう行動する。ぜひ家族の方と話していただきたいなと思います。今日はご清聴ありがとうございました。